はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この静けさの森ダイアログシリーズのスペシャルな回になってます。今日はウェルビーイングというものをテーマにして開催したいと思います。でウェルビーイング自体ですね、今回の万博のテーマウィーク、健康とウェルビーイングっていうのもあるんですけども、実はこの命輝く未来社会のビジョンということで、この万博全体にもすごくつながっているんですよね。命の灯火を消さない、ミニマルな生存ということを目的にすることが多かったんですが、ここからそうじゃないと、命の輝きそのものを目指してさまざまな分野この未来に向かっていこうということが実は全体の中にも組み込まれています。で今日は日本でもグローバルでもあるですねウェルビーイングの第一人者を2人招いておりますので、よろしくお願いします。では、ウェルビーイング学会ですね、私もウェルビーイング学会というのをさせていただいているんですが、社会心理学の立場から文化とウェルビーイングの研究に取り組んできた、京都大学の内田由紀子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内田です。はい、内田さんちょっとご自身の紹介。はい。私京都大学人と社会の未来研究院というまさに未来という名前のついた場所で働いております。で専門は社会心理学で、比較文化をしながら、ウェルビーイングとか幸福っていうものが、どのように社会の中で、培われていくのかということを、研究しております。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして2人目がですねこの度本も日本語で出されるということで、今日出来上がったばっかりの本がありますけれども20日から発売されますので、ぜひ皆さん買ってください。すみません、ウェルビーイングの第一人者のですね、ヤン・エマニュエル・デ・ネブ先生です。よろしくお願いします。こんにちは。Thank you very much for hosting this wonderful event and the opportunity to speak about well-being with you all. この素晴らしい会にお呼びいただきましてありがとうございました。My name is Jan Deneve. I'm a professor of economics at the University of Oxford. 私の名前はヤン・エマニュエル・ドゥヌーブで、オックスフォードで経済学を研究しております。In 2019, I set up the Wellbeing Research Center, for which I am now the director at the University of Oxford. 2019年に、ウェルビーイングセンターを、開設いたしました。Our center now also publishes the World Happiness Report, with which you may be familiar. このセンターは世界幸福レポートというものを出版しているところでございます。And we are now a large research group working on well-being in the context of work, policy, environment, and child and adolescent well-being. 今その機関では、政策や、経済、環境、教育、そういったものに関して大規模な研究をしております。And it is a wonderful privilege that today the book literally came off the press this morning, and I hope that all of you will take an interest in the subject, and if so, this should be a good entryway into the subject of well-being science. 今日この本が、できまして、これから出版される予定でございます。今日のテーマにも大きく関わるところですから、皆さんの興味を持ってもらうきっかけになったら良いと思っております。ありがとうございます。ヤン先生はですね、本当にウェルビーイングの第一人者でありながら、文化建築に広い造形をお持ちの方で、実は3年前ですね、さっきも話してたんですが、国際会合で、私がこの万博のパビリオンの構想ですね、これが私の考えるウェルビーイングだって話をしてたんですけど、ほとんどの人がポッカーンとしてたんですけど、ヤン先生だけはですね、それは素晴らしいじゃないかということで、非常に感銘を受けてくださって、今日も実はこの直前の時間、森とこのパビリオン一緒に見てきたんですが、とても深く感じてくださって、私自身もすごく感激しました。ヤン先生、本当にありがとうございます。Thank you, and he's being too generous. The design and the vision is very much his, and I was really moved when he laid it out 3 years ago.
3年前に、その企画をお聞きしたときにとても感動いたしました。今日もとっても宮田先生がお優しい、ほとんど宮田先生が、お考えになったことですけども、そういうふうに言っていただいてありがたいです。You should know that my interest in architecture runs through my wonderful wife, who is an architect, a contemporary architect herself. And we take an interest in our wife's interests because that is a real source of well-being. My wife. 奥様が、現代建築の建築家でおられまして、大変建築に興味を持っております。ありがとうございます。Thank you very much。そして、では本題に入っていければと思います。ウェルビーイングですね。冒頭お話ししましたようにですね、この万博のこのテーマの根幹にもかかっていることなんですね。命輝く未来社会のデザインということで。で競技の定義というのが、50年前に作られた定義なんですが、身体的、精神的、そして社会的な良好な状態ということなんですが、多くの場合個人の心の幸せって捉えられがちなんですが、実はもうすでに社会とのつながりも含めたものになってきているんですね。でヤン先生、内田先生ですね、最近サステイナブルウェルビーイングということで、このウェルビーイングっていうものをもちろんもともと社会的な定義も含んでいたんですが、このサステイナビリティより未来を見ながらこのウェルビーイングっていうものを考えていこうという、概念を提唱しています。でこれがおそらくビヨンド SDGs ですね、この国連のその次の目標においてもすごく大事なものになるんじゃないだろうかというふうに我々考えています。でもちろんこれはベターコービングという今回のこのパビリオン空間の、考え方も非常につながってくるところなので、今日はこのウェルビーイングについてお二人に改めて聞いていければと思うんですが、このウェルビーイングをまず科学的に測定するということの重要性について伺いたいと思うんですが、ヤン先生まずお伺いできればと思います。Thank you. It's a very complex question. ちょっと難しい質問ではあると思うんですけども、Well-being is a very old concept. ウェルビーイング、福祉というのは、とても古い概念であります。The philosophers back more than 2,000 years ago, from Aristotle onwards, were thinking about what makes for a good life. 2000年前にすでにアリストテレスがウェルビーイング、福祉について考えていて、そのことについてすでに語っています。But about 20 years ago, the science of well-being made a big leap forward in trying to, for the first time, properly measure well-being. ですが20年ほど前に、このウェルビーイング福祉学というのは新しいフェーズに入りまして、大きな新しいステップを迎えました。And the way we measure well-being is not happiness, joy, feeling good in the moment, the temporary well-being. What we measure is life evaluation, a sense of contentment, as a proxy for well-being. ウェルビーイングっていうと、その時気分がいいとか、その一瞬だけ幸せだという感じではなくて、もっとずっと続く自分の恒久的な、満足だったりとか、そういうものを指しています。And the more holistic sense of well-being, life satisfaction being the practical measure that we use, relates very strongly to environment, to our social lives, to our health, and to our income. ホリスティックといいますか、全体的なウェルビーイングの考え方で言いますと、環境にもつながりますし、自分自身の、人生にいかに満足しているのかっていうのがそれに対する指標になります。But I think the exciting development in well-being science is that the measurement now allows us to also think about policy making around well-being. 福祉に関してその数字を使ってデータ化できるということになって、それを使って、人の、幸せを政策に生かしたり、そういう政治的なこと、経済的なことにも生かせるようになったということが大きな、発展だと思います。Because economic growth and GDP are important, but after a certain point of material development, our well-being relies on much more than just wealth.
例えば経済的な発展、測れるのは GDP でありますとか、そういうものでも測ることはできますけど、その後にはやっぱり個々人の、人生にいかに満足しているかっていうのが大事なポイントになると思います。ありがとうございます。まさに今までのこの社会、これ実はこの万博の転換点にもつながってるんですよね。これまでやっぱ物の豊かさであり、みんなが同じこの未来を目指すっていう世界像だったんですが、今回の万博ではたくさんの未来をこうみんなで感じようっていう、何がウェルビーイングなのか、何が自分自身のこの未来につながっていくのかっていうのが一人一人が考える場所になり、でそういったいろいろなものを見つける、そういったこの、今まさにこの熱狂の中に皆さんいらっしゃると思うんですけど、まさにそういう転換点自体がこの万博なのかもなって思いながら今ヤンさんのお話を聞いていました。ありがとうございます。では内田さん、ぜひ内田さんの立場からもぜひお願いします。はい、私は心理学を専門としているので、心理学のウェルビーイングの考え方というのは、もともとサブジェクティブウェルビーイングといって主観的に、どんな風に幸せを感じているのか、これは非常に重要視されてきました。例えば人から見たら、お金持ちな人とかすごい元気で健康な人っていうのが幸せに見えるかもしれないけれども、でもその人一人一人にとっては、例えば、お金があっても不満があるとか、あるいは病気があっても逆に幸せな人もいるということで、一人一人がどう感じているのかっていうのはまず非常に重要な問題だと思います。つまり、人の幸せというのは勝手に付与される、当てはめられるものでもなくて、自分がどんな風に感じるのかということはまず一つ目として重要な点だと思っています。もう一つは自分の幸せだけではなくて、例えば隣の人、今日皆さん隣にどなたかが座っておられたりすると思うんですけど、お隣の人、あるいは、同じ地域の人とか会社の人とかクラスの人でも構わないと思います。同じ場所にいる人、それからもうちょっと広く言うと社会にいる人たち、そういう人たちに対して、どんな風に自分の幸せというのを、うまく伝播させることができる。私が幸せだったらそのことを例えば宮田さんに届けることができるかどうかとかですね、あるいは人の幸せのために自分が何ができるだろうかっていうのを考えること、これもウェルビーイングの非常に重要な要素だと思っています。なので非常に主観的で自分の幸せというのが大事であるということと同時に、人の幸せであるとか社会の幸せを考える、これ自体が今この万博でもテーマになっており、また私たちもこれからきちんと追いかけていかなければならない、科学的にもそれを証明していく必要があるというふうに思っています。ありがとうございます。まさに今内田先生がおっしゃってくださったこともすごくこの万博での大きな転換点で、2つ目のことですよね。人の幸せで、やっぱりそこもいろいろな考え方軸があるので、今回テーマウィークっていうものを作ったんですよね。ウェルビーイングもその一つなんですけど、地球生物多様性だったり学びだったりコミュニティだったり、それぞれが幸せを支えるものなんですけれども、そういったテーマの中から、私たちの間をつなぐものを考えてみようと。もちろんもっとたくさんのカテゴリーもいろいろな分け方があるんですけど、とりあえずこの8つの分け方を作ってみた。でもう一つはやはりこの今まで、客観的なウェルビーイング、つまり飢え死なないとかですね、あるいは教育を受けることができるっていう、客観的な部分でここまであればウェルビーイングじゃないかっていう、そういう客観性で測ってきたんですけども、やっぱりその先のこの主観がすごく必要なわけですよね。本当にそれが幸せなのかっていう、で今まではそれが可視化できなかったんですが、科学と、デジタル、さまざ、まなことによって、さっきヤン先生がおっしゃったように可視化され、そしてそれが政治を経済を動かすようになってきた。経済って大きなうねりがあって、ウェルビーイングっていうのはその横にあるものだったんですが、実際もう今社会全体の目標になって、お金の儲けるために何かではなくて、より豊かな社会をより幸せな街を、そして命輝く未来をどう作るのかっていったところが先にあって、経済が主体になってきた、そんな今状況になりつつあるのかなというところで、改めてヤンさんと内田さんにですね、じゃあこの、測定したウェルビーイングをどう社会に役立てていくのか、経済学であり心理学それぞれのご指摘あると思うんですが、ぜひお話しいただければと思います。
The first way to use these new numbers of well-being こういう指標を、社会に使う方法というのはまず第一に is to get an understanding of what best explains our human well-being. What explains what drives あ the factors that drive well-being. どういう動機どういう要因でそういう数字が出てきたかっていうのを見ることです。 And when we run analyses to see what is most important in driving well-being, その福祉を、突き動かしているその動機が何なのかっていうことを探ること we find very much that the social elements of our lives are way more important than we think they are in driving our well-being. 社会で今必要とされているようなものを見つけることができるしそれがひいては社会を良くするためになると思います。 And I really want to echo what you said, that it's not just about being connected to others, which this World Expo is so an example of, but it's also giving to others and volunteering and caring for others. 内田先生がおっしゃったように個人の幸せを超えて周りの人の幸せを考えていくで同じように、ドゥヌーブ先生も、そのことを考えて、それが社会に生かされていくっていうのがすごく望ましいというふうにお考えになっておられます。 In fact, an interesting result is that giving and caring for others is sometimes more helpful for our well-being than receiving help and care. そういうふうに周りの人を考えるときにやっぱりギビングこちらから差し上げるということがすごく大切になるそれから他の人をケアするっていうことがとても大切なポイントになりますけど結果的にはそれが、した方がもらうした方がもっとケアしてもらうした方がもっと、いただくことができるっていう考え方が素晴らしいと思います。 A second way to use the numbers of well-being in 2つ目の policy 大した and ポ the イントです economy ね。その経済とか、政策について数字をどういうふうに生かしていくかということですけども。 is to look at how we are feeling in relation to our productivity and our behaviors. それを見ることによって私たちの生産何かを作りたい気持ちだったり生産性だったり私たちの行動が変わるということですね。 So not just looking at what explains well-being, but also what is the impact of high or low levels of well-being on outcomes such as productivity, voting, and long life. その福祉の程度がですね結果的にその私たちがものを作りたいとか創造的でありたいということにかなり影響を与えるということです。 And one of the more interesting recent results 最 is 近 that, のものでとても興味深いことは is that happier individuals are also more productive. 幸せな個人幸せな人々というのはやはりさらに創造的な方が多いということです。 And it's intuitive. If you feel good yourself, then you can also do more for others and be more engaged at work. 個人がとても気持ちがいいよく感じている場合やはり他の人にも、それをあげやすくなるということはあると思います。 And while the philosophical case for well-being should be natural, it is well-being that ultimately matters most. Many business leaders or policymakers still just think about the economy, not about the well-being. And so the fact that there's a link between well-being and productivity helps convince the difficult to convince people. 哲学者にとってはその福祉っていうのはすごく自然なものだったかもしれませんけど今のビジネスリーダーに大抵のビジネスリーダーにとってはもしかしたらまだそこはただの経済の問題であるかもしれません。ただ、これからはその福祉の観点を入れて、社会の発展に、作れることができたら素晴らしいと思います。ありがとうございます。いわゆるなんでしょうね、科学の世界あるいはサービス業の世界でもいわゆるサービス提供者が幸せであるウェルビーイングが高いと、サービスの質もいいっていうのは、ずっとよく知られていてこれは看護とかもそうですしあるいは販売業だったりっていうのは知られてたんですが今ヤン先生がご紹介いただいた、創造性にも影響しているということは本当に素晴らしいなと思います。ワークライフバランスが日本で話題になってますけどワークライフバランスを壊すと
創造性もなくなってしまうぞというね、科学からの大きな警鐘でありますよね。これから責任ある立場に立たれる方にも、ぜひ自分を大事にしてほしいなと思いつつ、心理学の方にも、から内田先生もぜひお話しください。はい、私は実は政府のいろいろな仕事に携わることが最近増えてきまして、一つは中教審、なんていうんでしょう、教育の新しい計画を作っていくっていうところの、メンバーとして、ウェルビーイングをどんな風に生かしていくかっていうことを考えてきました。で、あとは自治体ですね、地方自治体とかがやはりその地域で暮らしている方々がどんな風にすればその幸せな地域として暮らせるのかどうか、でこれをどんな風に私たちが測定した、指標とかを使って、考えていただけるかっていうことも一緒に取り組んできました。でその中で時々いただいた質問というのがですね、やっぱり幸せっていうのは個人のことだから政策とかそういうものがなんかタッチできないんじゃないかっていう、そういう質問をされたことがあったんですね。で私は結構そのことに驚きまして、いやいや幸せっていうのはやっぱりもちろん一人一人が感じることではあるし、そこに私たちは無理やり手を突っ込んでですね、幸せと感じてくださいっていうことはできないんだけれども、だけれども幸せな場所を作ることはできるし、幸せになれるような制度を作ることはできるはずだし、学校にしてもみんなが行って楽しい学校って作ることができるかもしれない。つまり私たちはこの人の心を無理やり変えることはできなくても、どうすればその心地よい空間、万博もそうですね、心地よい空間、ポジティブなイメージとか、あるいは、もちろん人間なのでいろいろ辛いこととか楽しくないこともあるかもしれませんけれども、じゃあどうやったらそれが心を合わせて協力して乗り越えられるのかっていう、まさに場のウェルビーイングっていうのを作ることができるのではないかっていうことを、こういう政策なんかにはウェルビーイングを生かせる一つのポイントなんじゃないかなというふうに考えてきました。はい、ありがとうございます。まさにやっぱり人の心を直接買いに行くっていうのはなかなか難しくて、私たちもベターコンビニングって言葉を使ってるんですが、関係の質ですよね。関係の質を変えていくことができる。その不幸せな要因を作るかもしれない、生活の苦しみだったり、あるいは病の痛みを取り除いたりとか、あるいは未来に向き合うためのこの、時間っていうのをしっかりワークライフバランス、すみません何回もねこっちゃったけど整えるとかですね、そういった関係の質は変えられるわけですよね、我々で。もちろんある関係の質がある人にとってはいいし、ある人にとっては悪いかもしれないけど、それをやっぱり改善していくのが、測定し続ける科学であるということですよね。でまさに内田先生も京都学科であるということをおっしゃられてましたけど、やっぱりその主観的な世界からやっぱり関係の質に移行していく、今ちょうど転換点なのかもしれないんですよね。おっしゃる通りだと思います。まさにある意味個人主義的というか、自分で自分の自己責任でやってくださいっていう社会から、少しやっぱり自分たちがどんな風にすればまさに関係性を変えられるのかとかですね、そういうことを考える時期に来ているのかなというふうに思います。ありがとうございます。皆さんにまた改めて質問させていただきますが、そういったなんでしょうね、社会をいかに変えるかっていうことで、エコノミクスっていうヤン先生のメインの分野はすごくやっぱりプラグマティックな判断が求められる中で、これまでグロスドメスティックウェルビーイングだったりですね、 GDW ですね、さまざまな概念が登場してきたと思うんですが、ここから先よりこの社会にインパクトを与えていくためにどういったことが重要になるとお考えですか？It's a very broad, complex question. とても幅広く難しいご質問をされたのですが、But as we move beyond GDP, GDP を超えて動いていくのは、and we move to gross national well-being or gross domestic well-being, GDP というよりはグロスナショナルウェルビーイングという概念を取り入れる方向にいっているというのはいいことです。then I do think that governments will start investing in areas of life that may not have direct impact on GDP, that are very important for well-being of people. GDP に政府は GDP にお金をかけるというか意識を向けるだけではなくて、やっぱりそのグロスナショナルウェルビーイングの方に関心を向けて、もっとそちらに投資をしてもらって、そういう分野を濃くしてもらいたいと思います。
For example, 例えば my mentor and the co-author of this book, Lord Richard Layard, always talks about do not just invest in physical infrastructure, but invest in social infrastructure as well. 物理的なというか物的なことにインフラをつぎ込むというよりは社会的なインフラっていうのを、大事にしてほしいというふうに話しています。 In New Zealand, ニュージーランドでは the Prime Minister, Jacinda Ardern, 首相が she came up with a well-being budget. 福祉費という考えを思いついています。 And what was interesting is that she added more budget to dealing with mental health, depression, anxiety. メンタルヘルスとかうつとか不安障害というものにもっとお金をかけるようにっていうふうに、ニュージーランドの首相は、動いています。 She invested more money in dealing with domestic violence in homes. ドメスティックバイオレンスの問題に対しても、投資をされています。 She invested more in reducing child poverty. 子どもの貧困に関してもそれを減らすために動かれています。 And she invested more budget into the cultural integration of the Maori population of New ニ Zealand. ュージーランドなので、マオリの人々がもっと社会に、統合できるように動かれてもいます。 So you can see these are examples of economic budgets being shifted in the direction of promoting well-being. こういうふうに経済的な、投資がですね、直接的なものとかよりは、人々の支え社会的な問題の方にお金が動いているっていうニュージーランドの例を見ていただけると思います。 And so they might improve well-being, but they may not improve GDP. もしかしたらウェルビーが良くなるかもしれないけど GDP は上がらないかもしれないというやり方だと。 And to give you an absurd example of growing GDP but destroying well-being, GDP を向上させるということがことはあってもその助けが減っていくという。 I will give them an example Okay. of growing GDP but destroying well-being is, for example, war. Okay. If you pursue war, then there will be economic growth, but obviously destruction of well-being. If you build prisons, it's good for the economy and GDP, but bad for social lives. その GDP を上げたとしてももしその戦争にお金をかけたりしたとしたらそれは社会的にはいいことではなりませんよね。 In fact, the Robert Kennedy of the United States, who was killed in the アメリカ 1960s, のロバート・ケネディ大統領ですね、暗殺された大統領ですが、 he said that GDP measures everything except that what matters most. GDP は全てのことに関与することはできるけど最も大切なことには関与しないということですね。 Thank you very much. ありがとうございます。まさにこの GDP から、GNW というところに行ったときに今ニュージーランドのアーダーン首相の政策を挙げていただきましたがすごく大切なのは平均値を上げる世界だけではないですということなんですよね。でやっぱり GNW を考えたときにはやっぱり多様な人たちを包摂しなくちゃいけないと。でそれがまさにメンタルヘルスだったりとか障害のある人たちに対するこの視線ですよね。で本当に象徴的な今ヤンさんもおっしゃっていただいたんですが例えば平均値の GDP だけを上げるんだったら大金持ちを作って残りの人たちがどれのように働いても平均は上がるんですよね。でもそれが本当に幸せな世界なのかってそうじゃないだろうと。ちゃんとやっぱり一人一人のウェルビーイング多様なウェルビーイングというところを配慮した上でこの寄り添っていかないとこの社会は決して良くならない、そんな今時期に来ているしで今まで測れなかったこのウェルビーイングが測定できるようになってきたからそれを目指せるわけですよね。でまさに私たちは今世界に深く横たわるこの分断だったりあるいはこの格差っていうものに向き合いながらこのウェルビーイングを見ていかなくてはいけないなというふうに思うんですが、次のセクションまさにこの分断ですよね。多様な価値とも言えるんですが、それがいわゆる双方で共鳴しながらなんていうのか全体として調和している時はいいんですがこれが時に衝突し、分断がさまざまな争いを生む
可能性があるということですね。でお二人の話からも出てきたんですが、この個のウェルビーイングだけじゃなくてこの社会を見ていくっていった時に、共に生きる形、公民ですよね、を考えたときに、どういったことがキーワードになっていくのかなということを伺えればと思うんですけれども、どちらからいきますじゃあヤンさんからいきましょうか。はい。Yes. Thank you for raising the idea of inequality in well-being. ウェルビーイングの質のことを問題にしてくれてどうもありがとうございます。When you look at the World Happiness Report and the countries with the largest average well-being, 世界の幸せ指標を見たときにですね、上位の方の国に関しては、you will see that they also have the lowest inequality. そういう指標で上位の国に入っている国っていうのは平等さが保たれているということですね。So, for example, Finland and フィンラ Denmark, ンドとかデンマークに至っては the average well-being is 福祉の平均 7.5 は out of 10. 10分の7、10点中の7点というふうに人々は感じているわけですね。And what's interesting is that most people in Finland and Denmark are 7, 8, 9s, all in that same similar high level of 大 well-being. 抵の人、デンマークとか、フィンランドのその大抵の人が、7とか8っていう点をつけているということですね。If you now look, for example, at the United States, 例えばアメリカ合衆国の例を見てみましょう。 you will see that the average is about 7, 平均は7ぐらい、同じぐらいかもしれません。but there are a lot more people who are 10 out of 10, but also a lot more people who are 1, 2, 3 out of 10. でもその内容は10をつけた人がいれば1、2、3とかをつけた人もいるということで、かなり格差があるということですね、感じ方的に。So inequality is important to look at, but also 平等性を見ることも大切です the し、 inequality also helps explain the average to begin with. 平等と不平等さがそういう平均にどういうふうに影響しているかということですね。 Because well-being ultimately is, as you said, how you feel. It's subjective well-being. 福祉というのは、内田先生もおっしゃってくださったように、もともとはその主観として人がどういうふうに幸せを感じるかということが問題ですから、 And how we feel about life is also a comparison to how others are living their lives. その自分の幸せっていうのを他人の幸せというふうにと比較することもできるわけですね。 And maybe to finish, I fully agree with you. あなたに絶対的に同意しているのですが、 When we go towards looking at well-being as an outcome for policy, 政策としてウェルビーイング、福祉のことを考えるときに、 the focus should be of moving those that are 1, 2, 3 out of 10 to become a 5 or a 6. その指標で1、2、3をつける人を、指標の上で4、5、6をつけるように持っていく。 And not just looking for the 8 and the 9s to become 10s. そして8とか9とか10ばっかりつけている人ばっかり見るのではないようにする。 So this is quite technical, but これは技術的な、 we are not traditional Benthamites philosophers or utilitarian Benthamites. 法律主義的な哲学の話をしているのではなくて、We give priority to people at the bottom of the distribution. もうその階層の人にも、目を向けるということが大切なことです。ありがとうございます。Thank you very much for your great important point. そして内田さんにも聞きたいんですけど、その前にこの分断の話をする前に、京都と大阪で万博の盛り上がりってどれぐらいギャップあるんですか？ちなみに東京と大阪にはすごいギャップがあって、こんだけ盛り上がってるんだけど東京はどちらけなんですか？京都どうなんですか？いやお客さん結構関西で一円なので、例えば海外の方京都に来られたらそのままそれで万博にも来られるという感じで、こう一つの、ある種のこう京阪な地域の、盛り上がりはあるんだと思うんですけれども、関西という盛り上がりにはただやっぱりもちろん大阪に来た方
方がその盛り上がりっていうのは肌で感じるところありますよね。でも私は京都に住んでるんですが、実は今日7回目の万博なので、かなりリピーターだと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。ちょっと引いたところから見てるわけじゃなくて、ありがとうございます。やっぱり関西圏はやっぱローカルエンゲージメントがかなり効いてるんですよね。私は思いますね。なるほど、やっぱ新しい時代が始まりましたね。なんか東京を通らずに歴史が変わったなんか。すごい日本にとっても重要な瞬間だったのかなと思うんですけど、はい、というすいません、前置きを置きつつ、ちょっとまたウェルビーイングのお話に戻して、はい、この分断を超え、格差を考えたときに何が必要かっていう問いに。分断というか、人によってやっぱりこう人間って集団を作るとサブグループを作りたくなるのが人間なんですよね。例えばもう50人のクラスがいたら50人で1つっていうのはなかなか難しくて、5人10人の小さいグループがどうしても人間っていうのはできることがあります。だけれどもそのグループの間でその競争ってそのコンペティションですね、お互いに戦い合うようなモデルにしてしまうと分断が始まるわけですね。例えばある一つの資源をめぐって A チームと B チームでものすごい戦い合うと、そうなってきたらもうこの人たちはあの人たちと違う人だとかですね、私たちはもう全然あっちのことは理解できないっていうふうに人間って考え始めるんだと思うんです。だからその競争をどうすればそのコンペティションの競争をコークリエーションで書くもの、共に作るのコークリエーションに、どのように変えることができるかどうかっていうのは、やっぱり私たちがその社会の制度設計をどうするかっていう問題にすごく近いと思うんですね。つまりその全くフラットに人間は誰とでも仲良くしましょうって、そういうスローガンは素敵なんだけれども、実は難しいっていうことも我々は分かってきているわけです。だからこそその自分たちのネガティブな、どうしても持ってしまうような気持ちというのを乗り越えるようなやっぱり仕掛けなり制度なり場所っていうものを作っていくっていうようなことを、どんな風にするのかっていうのが、分断を超える一つのやり方じゃないかなと思いますね。実は今回の万博のテーマ授業プロデューサーって今内田さんがおっしゃってたクラスがわーって集まった時に誰もこの指止まらない人なんですよねクラスの端っこで我が道を行ってたちょっと独自な人たちで、今回そういう意味でプロデューサーがそれが集まって一緒にやったらなんかおかしいことになるなっていうことであえて違うことをしたんですよね。でやはりこの同質性、今までの社会ってどうしても同質性に寄っていかないと社会回せなかったんですけど、デジタルが立ち上がって多様なものを多様な状態で扱えるようになったっていうのがやっぱり最も重要なことの一つだったので、異なるままに響き合ってみようと。もう5年間お互い話し合ってるのでなんとなく重要なことは共有してるんですけども、それをあえて同期させないというのかで、いわゆる生命観ではもう観と観は真反対にあるとか結構いろいろあるんですが、そういう緊張関係すらもはらみながら未来の問いを立ち上げてみようっていうのが今回の場で、テーマウィークである程度いろいろな軸は通しつつも統一させないっていうところですよね。だからそこがもしかしたら今回の一つのチャレンジだったかもしれないですよね。じゃあこれを街づくりで再現してみろって言われたらなかなか簡単ではないんですけども、ただこの場の特徴を改めて言うと、一つはやっぱ開放性、圧倒的な開放性のリングがあって内省的、今ちょっと内省的というには人が多すぎる森ですけど、開放性と内省性で、あるいは包摂性ですよね。このリングと森はこんだけ混んでても誰も受け入れれるので、やっぱり包摂的な場であるっていうこともすごく大事なのと、であと問いを開くっていうことですよね。やっぱりかつて街にあった記念碑とかが何が良くないって、この権力者の立場から物の見方を決めつけちゃうんですよね、一つに。でもそうじゃなくて問いを開くといろいろな見方があるっていうものを共有していくようなもの、そういったなんか場作りが必要なのかなっていうのがなんとなく我々のこの万博でも浮かび上がっている感じです。だからなんて言うんでしょうね、私たちが結局よく私インターディペンデンスっていう協調性って言葉を使って日本の社会を表現することがあるんですけど、なんか協調性っていい面も悪い面もあるんですよね。みんなで力を合わせられるっていう面があったり、そうなんですよ、力を合わせられるんだけれども逆に力を合わせてくれない人に対してあの人は違うっていうふうに排除するっていうふうになってくると、これ協調性はネガティブに働くわけです。ですので、最近やっぱりいかにその閉じない協調性ですか、同じ身内だけで協調
常的に振る舞っているとそこだけでしかウェルビーイングは循環しないわけですけれども、開いた協調性、まさに解放性っておっしゃったようにいろんな人も合わせてなんか緩くつながるっていうようなことが、どれだけ本当に自分の人生の中で経験できるかっていうのが多分すごい必要なんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。通信簿で協調性にずっと C をつけられてきた私としてはなんか救いのあるコメントです。では時間なくなってまいりましたので、最後にお二人にですね実はこの万博のテーマウィークでウェルビーイングっていうのがあったんですが、今回お招きしたのは最終週ですね、ビヨンド SDGs なんですね。 SDGs プラスビヨンドっていう週なので最後にですね、この SDGs グローバルゴールズっていうのが、ここからアップデート、2025年から話し合われて30年にアップデートされていくんですが、その時に必要ななんていうのか考え方とか視点、キーワードそういったものを最後にいただければと思います。じゃあどっちからいきます？内田さんからいきますか。Sorry、内田さん、ヤンさんからいく。はい、ヤンさんお願いします。Thank you. In 2030, the United Nations are meant to update the Sustainable Development Goals. SDG の、項目を変えることになっています。And we believe that thanks to the science of well-being and the more data being available around well-being, こういう福祉学の周りでもっとデータを使う状況になってきています。that there might be an opportunity to move from SDGs to sustainable well-being goals. SDGs からサステイナブルな、接続可能な福祉、もうそのままですよ。サステイナブルウェルビーイングって言ってください。はい、を目指していっています。The notion of sustainable well-being really combines the human and planetary well-being coming together, co-well-being, as you like. コーウェルビーイングというこういった考えが、その人間とか、その自然惑星とかそういうものも含んだものになっていっています。And I have a very practical proposal, 実践的な、提案があります。which is that in currently SDG 3, which is called health and well-being, ヘルス&ウェルビーイング、健康と福祉という SDGs の3番目のテーマですけれども、is that we take the well-being part of SDG 3 and then we put it on top of the SDGs その and 3 leave 番目のも health のを just as 1 health, 番に持 physical って and きてほ mental. しい。SDGs の1番目にしてほしい。So to take well-being out of one of the SDGs and put it on top of all the SDGs as a headline indicator, a KPI for all 17 SDGs to work towards. SDGs の一つに福祉があるのじゃなくて、福祉を大きなテーマに持ってきています。ウェルビーイングが全部のテーマをつないでいくということですね。ウェルビーイング Well-being connects unite all all themes. Exactly. Yes, exactly. 本 Because 当にそういうことです。the way that we measure well-being is much more than health. It's your social lives, the way you interact with spirituality. It is your economic lives. Everything is tied together. It comes together in how you feel about your life. And so it belongs to be a headline indicator, a KPI, tying all the SDGs in function of sustainable well-being. 福祉の問題というのはもっと言えばその精神的なスピリチュアルなことまで、包括していくことなので、それを大きな題目として挙げてはどうでしょうかと思います。素晴らしいですね。ありがとうございます。内田さん、ちょっと時間が少ないですけど、じゃあ一言だけもう少し一言以上話して。私もですね、ウェルビーイングっていうのがいろんなことを包括していくっていうことに非常に賛成しています。そしてもう一つ、そのウェルビーイングをやっぱり実現するために私たちがやっぱりさっきの分断を超えるっていうことも含めてですね、寛容さを持てないかと。トレランスっていうんですかね、これ今日本だけではなくて世界中でトレランスが私は低くなっている気がしています。いろんなことで自分と違う立場の人のことをすごく強く批判したりとか、自分の思ってる道がちょっとうまくいかないときになんかすごく怒ってしまったりとか、でも人生っていろんなことがあるから多分面白いんだと思いますし、いろんな人がいるから面白いっていうことに対して何か私たちがそのトレランスっていうものをいい形でなんか別に進歩しろって言ってるわけじゃなくて、いろんな人に寛容にやっていきましょうっていうようなことがウェルビーイングの中にうまく含まれていくとすごく嬉しいなというふうに思っています。ありがとうございます。本当にこのトレランスって
万博をやってる中でも私たちすごく感じたことですね。本当に決していい予約システムじゃなかったんですよね。でキャパオーバーもしてるし、今もすいません、日光が皆さんに当たってちょっとなかなか苦しい状態、私もここに浴び続けてるんですけれども、首の後ろの日焼けが気になってるんですけど、本当に皆さん辛抱していただいてるんですが、この万博では未来の希望、熱気の中で使いにくいシステムを皆さんの工夫で改善してくれたり、使いやすいのが本当は良かったんで本当申し訳ないんですけれども、ただこの未来へのこの希望の中でこの寛容さが生まれたなんか奇跡を感じていて、で今日もねこんなにすごい人で決して心地よいとは言えないんですけど、その熱気が上回っている部分があるんですよね。なのでもしかしたらその五感体験のこのウェルビーイングっていうものを共に作る中にその寛容性はあるんじゃないかなっていうふうに思いました。でそしてヤンさんがおっしゃったようにこのウェルビーイングを全体目標にしようっていうところが、実はこの万博そのものが命輝くっていうのがそこなんですよね。命ってもちろん人間以外の多様な命も含めてなんですが、このウェルビーイングっていうことを一つの、目標に共通項にしながらも、実はその関係の質なんで、それが生物多様性だったり、あるいはコミュニティだったり、いろいろなものにつながっているので、ぜひヤンさんもグローバルのディスカッションをするときに日本のこの万博で生まれた議論だったり、この問いみたいのをぜひグローバルな企業に持ち帰っていただけるといいなと思いますし、今日この日差しの中寛容にお付き合いくださった皆さんに感謝をしつつ、これからも未来の一歩を一緒に進めればと思いました。今日はどうもありがとうございました。Thank you very much.